はい、ではいよいよ最後のコーナーに、行きましょうかね。絶望から希望へっていうテーマなんですけども、要するに勝弘自身がこうへこんだりとかちょっと嫌なことあったら気持ち切り替えるためになんか使ってるアイテムとか、見てる方々に紹介してほしいなって思うんですけども。はいはい、1個アイテムがあって、これだね。これ何かわかる？ウォッチ。そう、時計に見るでしょ。これキッズ用の時計なんだけど、ここ押すと俺の携帯がすぐ鳴って。はあ、もうある種これ子供用のキッズ携帯みたいなやつの最新版みたいなもんやん。時計版なのよ。はこういうの大体小学校ぐらいからしか使わないんだけど、うちの子はちょっと早めにだいぶ早いな使わせて、これがあると出張先でもお父さんと話ができるわけだから。ああ、なるほど。はあ、お母さんに内緒でかけてきたりもするわけだよね。もう自分の意思でね。そうもうこれぐらいやったらもう使えるんや。そう使えるの。使えるぐらいもう教育。なるほどなるほど。お前はもうデジタルに恐れない女子に育てるっつって。そうすごい娘やな。それはでもだいぶ俺が助かってるよね。何よりも俺がやっぱり絶望じゃないけどすげえへこんでる時にやっぱり自分の子供の位置だけでももう分かると、あ、今ここにいるんだなってマップ上で分かるじゃん。それでだいぶ心休まる。松山にはちょっと分かりにくい話だと思うけど、俺には全然分からんけどな。これはね、もう自分を戒めるためにも言うけども、子供の写真をさ一生懸命ビデオで撮ったりとかカメラで撮ったりして、何をそんな必死に撮っとんじゃん。ベストショット1枚撮れりゃええやないかいっていつも心の中で突っ込んでたの。まあ自分に子供ができた途端に言うてた親の通りになって俺まさか俺がそうなると自分でもびっくり。もう携帯の写真のサムネイルほぼほぼ同じいやこう同じ写真じゃんみたいなのがブワーって並んでる。でそんな風になったら何かが枯れるって思ってたんだよ俺は。その闘争心を失って切る、殴る、撃つみたいなゲームが作れない人間になるのではないかっていうのはずっと思ってた。子供生まれてこんなに可愛いのにこうやっぱ夜な夜な FBI を撃つっていうのはやめられないんだよね。そこはやっぱ変わらない。人の頭は撃つんですよ。この残酷さとこの子供に対する愛情のこのギャップは何だろうみたいな、自分でも不思議に思うんだけど、ただ一個だけ思ったのはいろんなゲームジャンルに関わってるけど、その中でもやっぱり鉄拳が一番長いわけじゃないですか。で鉄拳ってひどい話で親子ですごい殺し合ってるんですよ。ひどいなと思って。いや誰が言うてん。いやお前や作ったん。それはあかんやろで初めて思った。親としてはね。やっぱ親が子供を超えるとかっていうのはすごいやっぱかっこいいと思ってたし、なんかその次は孫だみたいな、この孫とあれを戦わせてみたいな、これが続いていくんだみたいな、新しいキャララースが出ます、じゃあラースどうしますか。いや仲いいわけはねえと、ラースどうするんですか。もうじいちゃん撃てとバーンって劇中で撃ってるわけ、ありえないよね。みんなそうだと思うんだけど、自分の人生って自分が主人公だし、自分が一人称だけど初めて俺が主人公じゃないんだってなっちゃった。俺はさ今結構そういう意味で言うと仕事は本当楽しいから、俺社会に対して恨みとかあんまり思ったことはないわけ、そう持てない以外はね、だからつまり自分はいい環境で育てられたという意識もあるわけで、そのやっぱり充実していろいろできたって思える人生を育ってほしいっていうふうに他人に思うようになったのは初めてだよね。で他人のこと考えれるようになると割と絶望から脱するのも早くなった。なるほどなるほど。なんかそんなことで俺が落ち込んでる場合じゃないなっていうのがすごいあって、人のことに思いを巡らせるわけだから、多分もっと境遇悪い人とか、もっと運悪い人とかでいっぱいいるわけじゃないですか。本気で人の人生を考えれるようになると割と絶望から脱するの早くなるよね。だから自分がもうちょっとその人たちのために頑張んなきゃいけないのに、これちょっと自分止まってる場合じゃねえなと、止まるのちょっと今日だけにしようって思えるようにはなったよね。明日はもうちょっと頑張ろうっていう、初めて心底思えるようになったよね。
なんかあれやな、ちょっと当初の番組の趣旨と全然ちゃうけど、この番組原田勝弘の好感度爆上がりやな。あ、そいやなんか全然なんか印象とちゃう。う。だから逆うんになんだお前、うんそんなのだったのって思う人もいると思うよ。ああ、もともとの先入観からって、まあまあ、それとは全く違うなんか原田勝弘が飛び出して、俺もちょっと想定外やわこれは。いやだってうん松山とかさ、逆に松山の人生観とか分かれば分かるほど、なんやねんこいつと思う。ほらあれこの人なんか欠落、いやいや、ええわそこは。この人いろいろ欠落してるよ。俺の話はこの人どうして漫画とかアニメとかゲームの愛とか友情とか家族愛みたいなことはあんなに熱く語れてそうや理解できるのに、そうや自分の人生もうええそこ。はい、本日のゲストの、原田勝弘さんですが、何か告知とございましたらありますか？立場的にはご存じない方向けに言うと、バンダイナムコのオリジナル系の IP タイトル、鉄拳とかエースコンバットとか、テイルズとか、そういう系列ですね、あとダークソウルとかもあるんですね、ああいう系列の、プロデュースするプロダクションを担当してるわけですよ、の部長なわけです、なんでそういうタイトルいくつか使ってるんですけど、コードベインっていうのが出ます、出ますね。あえてもっと良くしようって言って延期してたタイトルね、それとかエルデンリングですよね、はいはい、フロムソフフロムソトフトウェアのね、のフロムソフトウェアなんですけど、バンダイナムコがもうパブリッシングで、もうダークソウルの流れと一緒やんな。フロムさんとがっつり組んで作っていただいているというか、っていうエルデンリングっていうのを発表しましたっていうところでいくと、やっぱそこはちょっと期待しててほしいかな。まあそうやんな、引き続き鉄拳もエースコンバットもソウルキャリバーもいろいろコンテンツをね、追加して盛り上げたいし、ゴッドイーターも盛り上げたいし、でもやんなきゃいけないことが山まあいっぱいやな。ということで友達紹介して。誰が呼ぶのが一番いいのかなと思って。いや別に誰でもいいよ。例えば須田さんとかどうだ。あ、51？そうそう。おいや全然いいよ。須田さんとか意外でしょ。俺から。まあまあ勝弘からのつながりは意外かもしれないね。俺結構51とはトーキーベンとかもゲストで2人セットで呼ばれたり。あ、そうなの。ちょこちょこあるから。これで次回須田さん以外が映ってたらなんか交渉決裂しちゃうんだけど。まあそれはそれで、答え合わせをやりゃいいと思うから。はい、じゃあ、次回のゲストは、グラスホッパー須田51と、いうことで、またお送りしたいと思います。今回のゲスト、バンダイナムコエンターテインメント、原田勝弘さんでした。ありがとうございました。じゃあねー。